旧神学に従えば、そこに一人の神があって、絶えず人間の堕落を監視し、またそこに一人の悪魔があって、間断なく人間誘惑の罠を張っているというのである。この考えが頭に染み込んでいる人たちは、ややもすれば我らの教訓を不思議がり、容易にこれに従おうとしないが、これは誠に困ったものである。宗教から一切の恐怖、一切の不安が引き離された時にこそ、地上の人類は初めて安心立命の境地に立ちうるものと言える。なお、ここにもう一つ断っておきたいことは、我らの使命がありとあらゆる形式の利己主義を消滅せんとすることである。我がにじりずるところには、そこに我らの施すべき余地はない。自己満足、唯我独尊、狂慢、自慢、自家広告、自分免許。いずれも皆禁物である。承知古才に走る者は、到底我らの用具にはなり得ない。独断専行を好む者も、また我らの伴侶ではあり得ない。国旗自制。これがいずれの時代においても、聖人君子につきものの美徳であった。いやしくも進展性に富める真理の素術者は、昔から最も少なく自己を考え、最も多く自己の仕事を考えた人たちであった。かの地上にありし日のイエスこそは、まさに高き国旗心と清き熱誠との権下ではなかったか。かはあくまでも自己を抑えて、真理のために一心を犠牲にすることを辞せなかった。彼の一生は人間の歴史が有する最も高潔な絵巻物の一つである。同様に世界を名門の闇の中から救い、これに真理の光を注いだ人たちにして、未だかつて自世の人でないのはなく、いずれも皆自己に割り当てられたる使命の遂行に向かって、必生の心血を注ぐを忘れなかった。ソクラテス、プラトン、ヨハネ、ポーロ。これらは皆真理の開拓者であり、進歩の使徒であり、極度に無欲、純潔、少しも狂慢、自負、自家宣伝などの臭みがなかった。それでこそあれほどの仕事ができたのである。もし彼らにして一片の利己心があったなら、そうは必ず彼らの成功の心臓部を食い破ったであろう。我らが求むるところは、右に昇るがごとき人物である。慈悲心に富み、熱情に富み、自己を忘れて真理を求め、神業一つを睨みつめて、現世的欲求を捨てて顧みない人物が欲しいのである。そんな人格が仰天の星のごとく稀であるべきは、もとより言うまでもない。それだけそういった人格は尊い。友よ、落ち着いた、熱心な、そして誠実な哲学者の心を持って心とせよ。また、慈悲深く、頑固にして、常に救いの手を差し伸べんとする。人者の心を持って心とせよ。さらにまた、なすべきことをなして、報酬を求めざる神のしもべの国旗心をこれに加えよ。かかる人格にして初めて、気高く清く、美しき仕事ができる。我らとしても、最大の注意を持ってこれを監視し、また警護する。同時に神の直属の天使たちも、また常に恩願を持ってこれを迎え、つゆ過ちのないように特別の保護を与えるであろう。問い？そういった人格は到底現代に求めがたいと思うが、万事は忍耐。それは少ない。極めて少ない。よしあっても、ただその方がに過ぎない。我らとても、決して人間に向かって完全を求めはせぬ。我らの求むるところは、ただ誠意あるもの、向上心に富めるもの、自由な吸収力に富めるもの、純潔にして善良なるものである。人間として焦る心が何よりも悪い。静かに忍耐の心の尾を引き締めることが肝要である。取り越し苦労と心配とは、絶対に禁物である。できないことは到底できない。思案に余る事柄は、すべて我らに任せ、思いを鎮めて、よく我らの登るところを味わってもらいたい。表釈。いささか冗長の嫌いはあるが、大体優れたる霊界居住者が、人間に対して何を求めるかは、これでほぼ見当がつく。が、顧みて何人が自己の資格の不十分、不完全を探索せぬものがあるであろうか。これにつけても我らは、かの生き神、生き仏気取りの浅はかな心がけの人たちには、つくづく超体則を禁じ得ぬ。
本人も本人だが、その存在を許す周囲の人たちも人たちである。日本民族が精神文化の先頭に立ちて世界を率いる資格の備わるのは、そもいずれの日であろう。